こんにちは。アバター着せ替えアプリメタバのメタコです。今日はメタバでお目当てのアバターを買いたいと思います。買うまでには3つのプロセスがあります。まず1つ目が仮想通貨を入れるウォレットを入手しよう。2つ目が仮想通貨ポリゴンマティックを買おう。3つ目、ウォレットに仮想通貨ポリゴンマティックを入れてイーサリアムオンポリゴンメスに両替。最後にオープンシーで好きなメタバーパターをゲットしよう。いや、メタコンね、さっき噛んだけど予習はしてるの。ウォレットはメタマスクがおすすめなので、左側にパソコン、右側にスマホの画面を映して紹介します。くる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 。左側がウェブブラウザ、Google Chrome の拡張機能のメタマスクを登録するところです。なので、Chrome Web ストアにアクセスしてください。この後、メタコの個人情報を守るために塗りつぶしたところがたくさん出てきちゃうけど、見えない分ちゃんと解説していきます。早速ウォレットを作ってみましょう。ウォレットの作成を選んでください。すでにシークレットリカバリーフレーズやパスワードを持っている人は左側のウォレットのインポートでも大丈夫です。ここで作成するパスワードやシークレットリカバリーフレーズは紙に書いたりメモをしてアナログな状態で保管しておくことをメタコはおすすめします。ウォレットの保護に関する説明はこのメタマスク公式の動画が一番わかりやすいです。この動画ではパソコンでもスマホでもカットしちゃうけど、メタマスクに登録するときに見れるのでぜひ見てみてください。そして、いよいよパソコンでもスマホでもシークレットリカバリーフレーズの最終確認を行っています。これはどういうものかというと、決まった単語を先に見せてもらってそれをメモしておいて後で答え合わせをするというテストです。メモを取っておくことをお勧めします。これからしばらく、シークレットリカバリーフレーズのテストをやっているので、この黒つぶしの状態がしばらく続きます。実際にこの動画を見ながら、今ちょうどねシークレットリカバリーフレーズの確認をやっている人はわかると思うんですが、ちょっと時間がかかりますので必要な方は一時停止をして、テストを行ってください。やったー、ウォレットができました。早速中を見てみましょう。これが今作ったメタマスクのアカウントです。まだお金は何も入っていないので0イーサと書いてあります。上のところにイーサリアムメインネットと書いてあると思うんですけれど、ここをクリックしてください。今はイーサリアムメインネットしかネットワークがないことがわかります。これからイーサリアムメインネット以外のネットワークも使っていくので、ネットワークの追加を行いましょう。新しいネットワークとしてポリゴン POS メインネットを追加しましょう。これはマティックのためのネットワーク名です。RPC URL やチェーン ID、通貨記号、あとは好みでブロックエクスプローラーの URL を記入してください。画像を見ながらコピペはできないか。画像を見ながら写していってください。最後に保存を押したらネットワークがポリゴン POS メインネットに切り替わりました。表示とアイコンもマティックに変わっているのがわかると思います。右のイーサリアムメインネットとクリックすることで切り替えることができます。これでウォレットに仮想通貨を入れる準備ができました。これは Google Chrome 版のメタマスクですが、スマートフォンでもレイアウトはおおよそ一緒です。この赤枠で囲った ID をタップすると ID をコピーすることができます。
後ほど ID をコピーすることがありますので覚えておいてください。無事メタマスクをゲットすることができました。では続いて仮想通貨ポリゴンマティックを買おうと思います。これは、JPYC というサービス仮想通貨を使ってポリゴンマティックに両替していくフローになります。くる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 。次は仮想通貨を買いましょう。仮想通貨はコインチェックとかビットフライヤーみたいな仮想通貨取引所に口座を持っていれば買えるんだけれど、口座を持ってないんだっていう人は開いたりするのに時間がかかっちゃうので、今回は仮想通貨取引所に口座を持ってなくても仮想通貨が買えちゃう JPYC を利用しようと思います。 JPYC はスマホアプリはなかったので Google Chrome で買うところを収録しています。まずメタマスクのアカウントのところをクリックして、0xabc みたいな長い英数字をコピーしておきましょう。スマホの場合はタップをするとコピーができます。これはメタマスクのウォレット ID で口座番号的なやつです。ブラウザで JPYC を検索して出てくるこの購入フォームを入力していきます。同意する、ここは本名を記入してください。銀行に振り込みをするからです。続いて金額は今欲しい予算アバターよりもちょっと多めに買うのをおすすめします。理由としては両替とか送金するためのガス代、手数料が仮想通貨にはかかります。メタバアバターを売っているオープンシーのオファーというシステムはオークションのようにより高いオファーを出した方が有利です。でも自分が持っている金額以上のオファーは入れることができません。なので一度の両替送金の手数料ガス代を考えると予算いっぱい仮想通貨を買っておいた方がいいです。金額を入力してメールアドレスを入力してください。そして、次も大事なポイント、送金先ネットワークはポリゴンマティックを選んでください。この JPYC もおすすめしているガス代の安いポリゴンマティック、聞き慣れないかもしれないけれどメタバではこのポリゴンマティックが必要です。 NFT アートやメタバのアバターを売っているオープンシーではイーサリアムとイーサリアムオンポリゴン、通称 WES という通貨が使えるのですが、ポリゴンマティックとイーサリアムオンポリゴンの両替はメタマスク内で簡単に両替できます。それにイーサリアムよりもずっとガス代手数料が安く使用することができます。イーサリアムだと12,000円送金しても4,000円足らずの NFT が買えないということもあるそうです。手数料であるガス代が4,000円から5,000円もしてしまうことがあるからです。1回の交換で多めに変換するというのがガス代に対する対処法ですが、メタコは正直そんなにお金持ちではありません。今回の送金先ネットワークはポリゴンマティックにしてください。ここの注意書きにもありますが、取引所の ID は使うことができません。取引所のアカウントがあるからメタマスクはいいやと思ってここまでジャンプしてきた人はメタマスクの作成は無料なのでちょっと前の方に飛んでメタマスクの作り方を見てみてください。取引口座を持っていてイーサリアムやビットコインを持っているからポリゴンマティックにしたいよという人は送金手数料のガス代が高いことに注意してください。では先ほどメタマスクでコピーした ID をこちらの項目空欄のところにペーストしましょう。ここに違う人の ID をペーストしてしまうとその人にお金が入金されます。気をつけてください。よし、ここに今まで入力したことのまとめが出ていますから送信します。こ
こに銀行振込先が表示されるから、さっき入力した金額を振り込めば仮想通貨としてメタマスクに振り込みが行われます。年末年始ということもあってちょっと時間がかかるかもしれません。 JPYC の銀行口座に入金してから数営業日経ったので、メタマスクに JPYC が振り込まれました。それに、キャンペーンでもらえるマティックももらうことができました。このマティックはガス代に使うことができます。とっても少ない量ですけれど、とてもガス代が安いので大丈夫です。続いてメタマスクを見た時に、いつまで待っても入ってないという時は、右上の、インサリアムネットワークとかって書いてある部分、今赤枠で囲ってある部分が、マティックになっているかどうかを一度確認してください。メタコの場合、最初からマティックを持っていたせいか、JPYC が普通に追加されてしまったのだけれども、追加されないという場合は公式の、JPYC の公式ページで、紹介している解決方法が役に立ちます。こちらに URL があるので、ぜひ覗いてみてください。さあ、これでステップ2の仮想通貨を買おうが完了しました。続いて3つ目、ステップ3のウォレットに仮想通貨ポリゴンマティックを入れてお買い物をしように突入しようと思います。くる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 。メタマスクの中に JPYC は取り込むことはできましたが、まだ使えるお金ではないので、これをポリゴンマティックに変更したいと思います。クイックスワップというサービスを使います。右上にある QR コードを読み込んでいただくと、クイックスワップに飛ぶことができます。ちょうどジャンプすると注意書きが出てきます。誰でも仮想通貨を作ることができて、それが偽物であった場合、お金が返ってこないかもしれませんよ。だから嘘の URL や嘘のトークンをつかまされていないか、それを、お金に換えられる仮想通貨で買おうとしていないか、買い戻せないから注意してねというような、忠告文になっています。ここで、JPY コイン JPYC と下の方に書かれていて、View on Block Explorer というところがあるので、それをクリックして本当に、JPYC なのか偽物のコインじゃないのかというのを確認してください。大丈夫なはずです。大丈夫だった場合は左下の I understand のチェックをオンにして、右下の Continue を押してください。最初は JPYC が1000円分入っていますので、こちらを購入した JPYC の金額全部にしてみてください。そうすると、決まった金額のレートでマティックにスイッチすることができます。下の方にいくら費用がかかるのかというのが表示されています。 JYPC はガス代プレゼントキャンペーンをやっているので、 JYPC を購入した時に少額のマティックをゲットしているはずです。メタコの場合は1万枚購入したらマティックを 0.01 枚手に入れることができました。ポリゴンのガス代はものすごく安いため、この枚数でもクイックスワップで交換をすることができます。ちょっと収録前に予習をしてしまったので、マティックの金額とイーサを持っている状態なのだけれど、マティックに交換できたと思います。ガス代が足りなくて交換できないという場合は、数回に分けてガス代の分のマティックを増やしてから JPYC を全額マティックに交換しましょう。ここまでで日本円を JPYC に JPYC をポリゴンに交換しました。これからいよいよオープンシーでメタバアバターのお買い物に挑戦したいと思います。ですが、ポリゴンマティックはオープンシーでは使えません。なので別にスワップ両替する必要があります。
先ほどの JPYC と違い、ポリゴンマティックは全額ベースにするのではなく、少し取っておきましょう。ポリゴンマティックは様々なサービスの各種学材やメタバアプリ内で使用できる通貨であるためです。メタバの公式ページにメタバアバターが一度に見れるので、QR コードを読み込んでメタバ公式ホームページを見てみてください。まだ販売開始前で、この辺りのセレブなアバターはコレクションが非公開なので、メタコはサディさんのアバターを買ってみようと思います。これがオープンシーの販売ページです。商品写真の上にお気に入りマークのハートがあるので、お目当てのアバターにはハートをクリックしましょう。まだオープンシーにログインしたことがない場合は、ウォレットを連携してログインするよう勧められますので、メタマスクと連携してオープンシーにログインしましょう。ログインしてるうちに商品ページがわからなくなってしまったら、メタバ公式ホームページからオープンシーの各商品に再度アクセスしてください。よく似ている偽物をうっかり買ってしまうことがないようにするための一手間です。次にオファーを入れるためにポリゴンマティックを別に交換しましょう。パソコンでしたら右上の拡張機能からメタマスクを、スマホでしたらメタマスクアプリを立ち上げます。スワップというところを選んで、スワップ元をマティック、スワップ先を ETH を選んでください。ややこしいのですが、これがレスです。最大可能額が表示されていますが、マティックは少し残しておきたいので、交換したい量を入力してください。詳細オプションの最大スリップはガス代に何%を払うかという設定で、高くするほど早くなりますが、マティックは手数料も安くて早いので、何もいじらず 3% のままで大丈夫です。見積もりが表示されます。わかりやすくするために1マティックで見積もりを出しています。これで OK だったらスワップをタップ、もしくはクリックです。メタマスクのキツネさんが両替してくれて、スワップが完了しました。これで全てのステップをクリアしてメタバのアバターをオープンシーで買うことができるようになりました。早速オープンシーに行ってみましょう。くる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 。最後のくるくる疲れる。さあ、このメイクオファーを押すと、こういう確認画面が出てきます。ちゃんと確認してから購入してねという案内です。左下の確認しましたチェックボックスを入力して、ここにオファー金額を入力しましょう。オファー形式はオークションのような仕組みで、オファーした人の中から出品者が一番売りたいと思った人に売ることができます。必ずしも最高額をつけた人が買えるわけではないですが、基本的に高ければ高いほど売ってもらえるはずですので、右下のオファーできる金額と相談しながらオファー額を決めます。次にオファー期間ですが、今回販売されるアバターは全部1月11日に終了します。なので、デフォルトの7日間だと途中でオファーが消えてしまうかもしれません。ですので、ここは1ヶ月かカスタムデートを選んで、来年の1月11日とかにすると良いです。規約にチェックを入れて、アンロックカレンシーとサインメッセージを実行しましょう。メタマスクから署名などを求められるので、署名します。オファーができました。これでオファーリストに名前が載りましたね。やった。オファーをキャンセルしたいときはここからできます。より高いオファーを入れたくなったときはキャンセルしなくても追加オファーができます。最後に商品のディスクリプションにもご案内があるのですが、メタバ公式ディスコードをご案内します。メタコディスコードの管理人さんやるの初めてだから、まだ一般グループしかないんですが、ゆくゆくはオーナーさん専用グループとか、新情報の公開を YouTube の他にここで発信していきたいです。動画でこれ間違ってるぜとか見つけたら、ぜひコメントかディスコードで教えてね。メタコでした。バイバーイ。